山本です。本日なんですけども、自分のことではないんですけど、ちょっとね、僕のプライベートで嬉しいことがありまして、それを記念してというか、お祝いしての特別な動画でございます。んで、何を作っていくのかと申しますと、今ちょうどね、玄関先にね、ちょうどいいサイズの渡りガニがいましたので、あと伊勢エビも。なのでこちらを使いまして念願のカンジャンケジャンなおかつカンジャンセイを作っていきたいと思います。というわけで早速本日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。ではまずですね、渡りガニをさばいていく前に今回つけていく漬け地っていうんですかね、漬けだれ、そっちから仕込んでいきましょうか。一度冷ましてキンキンにする必要がありますんでね。ということで本日も張り切ってまいりましょう。それでは今回の漬け地に使う材料たちをせーの、ざっとこんな感じで、今回何分ちょっと種類が多いので、こっから上の液体関係とこっちから下のお野菜関係、この2つに分けてご紹介しますね。もちろん今回も概要欄に詳しいレシピブワッと載せてますんで、もし気になる方がいらっしゃいましたらそちらをねご参照いただければ。でまずこちらの液体たちから、こちらからお水、濃口醤油、水飴、日本酒、椎茸の戻し汁んで、今回の分量がこちらから2リットル、1.2 リットル、800g、800cc、30個分で、30個分と言われてもね、なかなかピンとこないと思いますけど、この戻し汁が乾燥椎茸30個に対してお水1リッターぐらい入れたかな。で、半分ぐらいをこの椎茸が吸収して、今この中に戻し汁が 500cc ぐらい入ってます。もちろんこちら戻った椎茸も使えますんでね。とりあえず液体たちはこんな感じ。じゃあ続いてその他の食材たち、ちょっとね種類が多くて申し訳ないんですけど、こちらから長ネギ、大根、リンゴ、玉ねぎ、シナモンスティック、煮干し、ニンニク、生姜、唐辛子、おそらく結構オーソドックスな感じやと思います。で、本当はねここに梨をあと2個くらい使うんですけど、この時期梨は売ってないということで梨は簡略化してます。で、今回の分量がこちらから6本、1本、4つ、6本、20匹分、20個分、1個適量。もうちょっと詳しくご説明すると、この大根今この時期っていうのもあって、今回ちょっと大根がねちっちゃいんですよ。だから1本で使ってますけど、もうちょっと立派な大根やったら多分半分でいいと思います。そんでもってこの煮干し、今これどういう状態かというと、まずはこの煮干しの頭をハサミでズドンで、煮干しとかの内臓は苦いのでここをまとめてズドンで、これを開いて、ここにツーッと見えてるのが、これが内臓の取り残しなので、こういったものをビビビビビッと綺麗に除いたものでもって、今回これ一晩つけるということをしないので、より味が出やすいようにもうこれを開いて、こういう感じで身と骨に分けたものをさらに半分にちぎったものです。この状態のものがここに20本分。なんとなく伝わったかな。で、最後にこちらの唐辛子、今回僕10本分用意してあるんですけど、もっとピリッとしたい方はもうちょっと入れてもいいだろうし、やだ私辛いの苦手だわっていうお方はそうね、入れんくてもいいと思いますけど、一応これ香り付けにもなるんで、さよならに3本ぐらいでいいのかなと思います。まあお好みで。それはこちらもこのままぶち込むわけにはいかないので、それぞれ刻んだりとかそういったものの下準備に入りましょうか。ここは今回の付け合わせ。
これにて準備完了ですね。こんなもって今回これを煮出した後、これ僕食べたいので、出し殻をね。なので今回はシナモンと唐辛子、これをお茶パックに入れてます。お茶パック便利。で、今回なかなかの量を煮出すので、ちょっと大きいお鍋ぐらいじゃまあ無理なんですよ。ということは、一家に一台、ズンド。じゃあ何もかんもぶち込んで、ちなみにこの乾燥椎茸は石突きだけ外してあります。で、火にかけまして。で、ちょっと見えづらいと思いますけど、今だいたい中はこんな感じ。水分量的にはギリギリかぶるかなって感じ。ちょっと水分少ないように見えますけど、この後お野菜とか果物からね、結構水分出ますんで、心配ご無用。とりあえず水飴だけね、ちょっとなじませるようにしながら。てかほんと寸胴あってよかったわ。今この傘10リッターさしてますもんね。寸胴じゃなきゃこの量は無理やわ。さあみんなも寸胴を買おう。お、だいぶ沸いてきましたね。でこちら結構アクが出ますので、まずはこういったアクをささっと掃除して、じゃああとは火加減をいつも通りの終わりかけのバブ、このくらいにして30分ぐらいコトコト煮出していきます。いやこれを本当に動画で使うかどうかは分かんないですよ。分かんないですけど、一応カメラ回しとこうっていう、そういう YouTuber 精神です。でも本当やっぱりね、前作った時もっとリンゴの感じがあったんですよ。今回そんなにリンゴ感が来ないというね。今回リンゴがっつり入れたんですけどね、変な感じ。じゃあこちらをこし上げまして、でなおかつこの出し殻もギューッとからの、さらにこちらをこし上げて、これで漬け地完成。じゃああとはこちらの粗熱が取れましたら、ラップをかぶせてちょっと冷蔵庫でキンキンに。でちなみにこちらの出し殻、もう何もかもがこれ全部美味しいんで、もうこれは捨てることなく最高。ではここからいよいよカニの下ごしらえですね。ようやく手に入りましたね。こちらのちゃんと生きた新鮮な渡りガニ、もうほんとかわいい。ほんとなんかもう買いたいくらい。いただきます。まずはこういった鉄串とか細くて硬いものをご用意していただいて、口のドセンターからグッグッと、あとは先端が上に当たるようにクッと折り曲げながら、これで OK。 でこの時ためらうと本当にもうかわいそうなんで、ただね苦しいだけなんで、もう一思いにグッといってあげてくださいね。そうしましたらこちら後でこの後きれいに洗っていくんですけど、その前に例えばこの腕で言うと、ここにはね実はありそうなんですけど、もう正直ここにはもう実がないので、一緒につけててもちょっとかさばるので、こういったところは今回はカットします。爪はどうしようか。ここ別の用途に使おうかな。今回はちょっとカンジャンケジャンとしては食べにくそうなので、今回はここの付け根から落としちゃいます。まずは全部この状態に。皆さん今のこの状況を見てむごいって思われてる方も多いかもしれないですけど、でもこれが命をいただくっていうことですからね。こういったものをね実際見るとやっぱ思いますよね。こう食べ物を無駄にしちゃいけないというかね、ほんと心の底からいただきますって思いますよね。ではこれで全ての渡りガニたちの足と爪が落ちましたと。では続いてこちらの伊勢エビ、今回すっごい立派なんですよね。つい1時間ほど前までもバンバン跳ねてたんですけど、すんごい元気やったんですけど、残念ながらつい先ほどお亡くなりになりました。いただきます。でももし万が一生きていたらすごいかわいそうなので、伊勢エビの口、ここのとこにあるんですけど、ここからこういってまた金串なんかを入れて、先ほど同様にこれをグッと上げるようにして、これで締まった状態。でもカニとかエビとかってこうやって締めた後でも結構動きますんで、息がいいとバッチンバッチン跳ねると普通にね手怪我しますんで、さばく時には必ずゴム手袋というか手袋を着用で、とりあえずこれで1匹は OK で、2匹目、この子が一番立派やな。
で、今回のこちらの伊勢海老3匹に関して言うと、てか普通に考えて伊勢海老でカンジャンセウってもうバチが当たるよね。で、今回、こういったヒゲは正直食べるとこはないので、ここは落とそうか。やったらこういったおひげとかもね。で、なおかつこうやって伊勢海老を見たときに、正直この足のところはほとんど身がないので、もう落としちゃおうかな。ここはお味噌汁にして、僕のお夜食にしよう。では全部この状態にしていきます。では一度全部ここまで来ましたら、例えばこういった渡りガニで言うと、こういったところの汚れとか、こういったところの汚れとか、そういったものを全部たわしでゴシゴシこすってきれいにしていきます。こういったね、汚れがね、腐敗につながりますんでね。正直には僕が思ってることを言ってもいいですか？少なくない？あれ？おかしいな。一応、今回ガザミが5キロ。んで、今回の伊勢海老が1匹1キロの結構大きいサイズで計3キロなんですよ。だからここに8キロあるはずなんですけど、あれ？今回プチ大食い？僕と同じ胃袋を持ってる皆さん、カンジャンケジャンの渡りガニは10キロは必要です。まあ、いっか。では、それぞれちょっと漬け込む準備をしていきましょうか。じゃあまずはこちらの伊勢海老から。で、このままもう漬け込もうかなとも思ったんですけど、多分ね、大きいんであんまり身が染み込まないような気はするんですよ。なので、染み込みやすいことをこの鎧の間に隙間を作ってから漬け込んでいきましょうか。まずはこの胴体と尻尾の間のここから包丁を入れて、で、お刺身やったらこれでね、ブリンって取ればいいんですけど、今回はそれをせずに、こっちの裏側の両サイドのこことここにも切り込みを作っといて、この状態でつけていきましょうか。これなら染み込みそう。よいしょ。これで伊勢海老の下処理完了。で、続いてこちらのケジャンなんですけど、ちょっと調べてみたんですけど、結構調べてみたんですけど、なんかね、お高いお店、このケジャン一皿で1万円とかするちゃんとしたメニューとしてあるお店、そういったところって、今回僕はもう取っちゃいましたけど、もうハサミとか足とかあるこのまんまの状態で、なんか漬け込んでるような、なんかそういうイメージを用いました。ただ日本でいうバイキングというか、こう食べ放題というか、そういったところだと、もうこれ甲羅を取って、んでここ半分に割って、なんていうかな、ポーションっていうんかな、カニの。なんていうか、こういった状態。これでつけてるようなイメージを持ちました。で、今回僕はどうやってつけていこうかなと考えたんですけど、できる限りこのまんまつけたいのはつけたいんですけど、やっぱりね、ここの裏側に、ガニというか、エラがあるんですよ。そこにね、ピンクいつぶつぶの寄生虫がいるんですよね。もうほとんどの確率で。なので、それはやっぱ取りたい。でもできる限り、この甲羅のまんまつけたい。ということで、今回僕は、このふんどし、ここをまず外して、ちなみにこのふんどしのここのとこからビュッと出てくるこれ、黒いの。これがカニの糞。よし、じゃあ気を取り直して。それともう一個。今回仕入れてもらったこちらの渡りガニ、全部メスになります。メスって卵を抱え込みやすいようにここが丸っこいんですよね、こうやって。でもオスはね、シュッとしてます。で、今のこの時期、メスって卵を持ってないんですよ。このメスの渡りガニって旬ではないんですよね。ただ食通の方、結構海産物に精通されてる方って夏場の渡りガニが美味しいっておっしゃるんですよ。それはこのメスじゃなくてオスの渡りガニだから、僕もね正直オスの渡りガニを取りたかったんですけど、でも味噌は詰まってるでしょう。こんだけね立派な渡りガニやし。
っていうちょっとした無駄話でした。んでこのふんどしを取った後、甲羅を真ん中から買った半分に割れたら、これを内側にペキャッと、でも完全に折り切らずに、でこの状態でこのガニを取って、ほら見えた、このピンクいプツプツが寄生虫。一応人間には無害らしいんですけど、あってもね気持ちがいいものでもないので、なので反対側も中途半端に折り曲げて、でガニを取って、でなおかつこのくちばし、ここも内側に一度折り込んで取り出して、この状態で漬け込んでいきます。一応殻と身はつながってるけどエラはない、くちばしもないっていう、こういう状態です。じゃあこれで伊勢エビとケジャンの仕込み完了。じゃあまずこちらのケジャンをタレにつけて、これで準備 OK で、余ったタレでこちらの伊勢エビの方もつけて、ちょっと漬け地が足りんかったね。寸胴を使っても足らんか。結構これは頻繁にね、裏表返してあげないからですね。とりあえずこれで漬け込む用意ができましたと。よっしゃ。ではとりあえずおやすみなさい。どうもおはようございます。あれから一晩経ったんですけど、ちょっとこれの上と下をねこう入れ替えたいので、別容器に移し替えて、でもって少しでも腐敗というもののリスクを下げるために、こっちの漬け地をアクめっちゃ出ますね。じゃあこのアクはきれいにしてやって、そりゃ生のカニをずっと入れとったけんね、そりゃこの黒いアクも出ますわ。じゃあこのまんま1分以上しっかりと沸騰させてあげて、煮沸殺菌。それが終わったら火を止めて、一度こちらを冷まします。こちらの伊勢エビカンジャンセウも同様に。で金子さんの韓国で本場のカンジャンケジャンとかカンジャンセウを召し上がってた動画、あれをまたね舐めるように見てたんですけど、なんかねカンジャンセウの方にちょっと山椒みたいな香りがしてるっておっしゃってたんで、ちょうど我が家にはこちらの実山椒ペーストがありますんで、これを少しだけお茶パックに、こんなもんでいいかな、これも一緒にっぽいで火にかけて、こっちもアクのよう出る。多分カニとかエビとかの甲殻類、これの血液って火が入るとふわふわーとなるんで、多分これはそれなんでしょうね。じゃないとこのアクの出方は異常だもんね。じゃあこちらも1分ほど沸騰させて煮沸殺菌。1分経ったら火を止めて、もうこの実山椒パックが入ったまんまこれも冷まして、というわけで無事に冷めましたと。でこっちのカンジャンセウの方、どうもねいまいち山椒の香りがしないので、ちょっと新たに山椒の実を削って、で再びこれをお茶パックの中へ、でこれをポイ。じゃあこれらをまた再び戻しまして、また再びつけていきましょう。よほほほほほ、よほほほほ。じゃあここからはですね、もうカンジャンケジャンとカンジャンセウはもう作り終わりましたんで、今回一緒に添えていく付け合わせとか、あとは今回のこの野菜の端っこを使ってちょっと小鉢を作ったりとか、それと今回のこの爪を使って味噌汁を作ったりとか、なんかそういったお時間に入ります。できるだけパパってやりますんでね。では行こう。
あとはこれを水にさらしておくとこんな感じで反り返ってお花になりますんで。じゃああと最後真ん中に切り込みを入れて斜めで斜め、こういった感じ。続いてみょうが、ちょっと大きめに根を落として一枚一枚剥がして、あとはこれを5秒ほどさっと湯がいて冷水にポチャンで、よく水気を切ったものを容器の中へ。あとはここにすし酢、このすし酢を使った簡単甘酢漬けで、この飾り入れたこの端っこたち、これらはちょっとコロコロっとしたぐらいの大きさの塊に。みょうがは千切りでいいかな。こちらもくず野菜ボックスへ。じゃあこれにて付け合わせの下準備完了。そんじゃ今回の野菜の端っこたち、アイスをんでよーっと水分抜いて、どうせならこのまま10分くらいちょっと放置しよう。じゃあこの通りしっかりと水分が出ましたんで、塩を洗い流してこの水気もしっかりと絞ってあとはダメ押しのキッチンペーパー、よいしょ。あとはキムチ、これを和えればキムチのかさ増しで、こういったものを直接ジップロックとかに入れて保存すると匂いが結構移っちゃうんで、こういったパックに入れてでしっかりと空気抜いて、こうやって保存しておくのおすすめ。洗い物もね出らんしね。じゃあ最後がお味噌汁、もうあらかじめ殻は焼いておきました。一応今回魚焼きグリルで焼いてるんですけど、表面が赤くなったらもういいのかなって僕は思う派です。前に一回ちょっと焦げができるくらいまでこんがりとね焼いたことがあるんですけど、その時ねお出汁がね苦くなっちゃったんですよ。焦げの苦味っていうんかな。なのであんまり焦がさない方がいいのかなと思います僕はね。じゃあこちらをお鍋に加えまして、この伊勢海老の足もでお水で、このままだとちょっとね角が立ちそうなんで、ちょっとだし昆布をさしとこう。じゃああとはこちらを火にかけまして、だんだんと沸いてきましたら、このふわふわっとしてる甲殻類の血液と、あとはアクを丁寧に取りながら、どんぐらいかな、このコト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 30分ぐらいに出そうかな。それでは30分後へスキップというわけで2時間ほど経過いたしました。なんかね30分じゃなかなかいい感じに出汁が出なくて、水を突き出しながら2時間経っちゃいましたね。ようやくちょっと味が出てきたかも。そしたら火を止めて殻は取り出して、でさらにペーパーで細かい殻の破片までしっかりとこせばカニだし完成で、こちら味の感想としてはすごい濃厚そうな色はしてるんですけど、香りバッチリ、味すごく上品。なんだろう、味覚に来るというよりかは嗅覚に来る感じ。まあそれは今回カニ味噌とかああいったものは中に入ってないですからね。じゃあ軽くお味噌溶かして、ここに今回のこの爪を、カニの爪がこうあるとしたら、こっち側は硬いんですけど、内側のこっち側、こっちはハサミとかも入りやすいので、こっちにちょっと切り込み入れて食べやすくしてからお味噌汁にっぽい。んで他のところは身をほじくり出して、ここに塩とすだちを絞って、あとはこれを盛り付けて、これでほぐし身の和え物完成。じゃああとはいよいよケジャンを盛り付けていきましょうか。じゃあまずサンチュを引いて、
まずはケジャン。どうやって盛り付けようかな。あ、わかった。まずは一旦この足を全部一回取って、でこちらの甲羅をまずは並べて、意外と内子入ってますね。で続いて身の掃除。なんかこういったビラビラしたなんか余計なものとか食べれないとこは一応外して食べやすくしておきましょうか。ていうかね、この黄色いところとあと黒っぽいところでその奥に身があるんですけど、この黄色いのは食べれるのはもうなんとなくわかるんですけど、この黒いとこは食べるのか。あ、多分この黄色いのが卵というか卵巣的なやつで、この黒いのが味噌なんでしょうね、多分ね。これは捨てちゃあかん。じゃあこちらの綺麗になった身をガンガン盛り付けていきましょう。でしかも今回はさらにここに伊勢海老カンジャンセウ、頭はそのまんまで、こっちの尻尾にはもう切り込みが入ってるんでビビビビビーっと、このひらひらも邪魔なんで切っちゃいましょう。じゃあ背中側のこっちから手を切らないようにゆっくりゆっくり身を剥がしていって、お、背わたも一緒に取れましたね。あとはこれを食べやすくカットして、ちょっと大きいからこれ半分に割ろう。んで食べやすくカットしていこう。あとはいい感じに盛り付けて、あとは今回の漬け地も、あとは何でもお好きなように。はい、これで爆盛りカンジャンケジャン伊勢海老カンジャンセウの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。カンジャンケジャン、やっと食べれるね。あー、夢が叶う。もう今この段階でやばいもん。あー、めっちゃいい匂いする。いただきます。あー、最高。7所点安定のお口の潤い。ここはブレずにいきますよ。あー、めっちゃいい香り。あー、うまいな。やっぱね、飲む直前のここ、もうこのタイミングまではめちゃくちゃいい香りしてるんですよ。甲殻類の香り。でもお口に入るとお味噌とわずかな昆布とネギで、後味にね、甲殻類独特のちょっとしたこう渋みみたいな、ちょっとチクッとするものが残るんですよね。まい。これでお味噌が溶けたらね、もっともっと美味しいんでしょうね。でも殻だけでも十分。全然具なしで満足できる。そんならばいざケジャン、ここんとこの一番うまそうなやついこうかな。こんな感じで、これを甲羅押すとなるほどね。あ、そうなるんだこれ。うわ、これすげえ。ちょっと待ってね。あ、やべえ、これ止まらんわ。抜群にうまいねこれ。ただこれちょっと説明難しいな。まず口に入った瞬間の食感っていうんかな、それで言うとね、こんにゃくゼリープリンプリンって感じ。
だからこのブリンブリンの食感と、あとはシナモンとかリンゴとかの香りの効いたちょっとエスニックな香りが鼻を抜けるんですよ。第一印象としてはそこでちょっと驚く。おってなる。で、咀嚼していくと、今度は馴染みのある、お醤油の香りやったりとか、あとね、身がとにかく甘いね。そこでもう一回びっくりする。いや、これ金子さんがカニ料理で一番うまいっていう理由わかるわ。これめっちゃうまいね。前作ったカンジャンセウとは全然違うもの。これすごっ。で、しかもね、この身の中でちょっと味も違うんですよ。まずこの黄色いところはね、とにかく甘い。なんだろう、もう白子を食べてるような感覚。で、ここのカニ味噌のところが、磯の風味と味噌の芳醇な香り。で、そこを抜けた先にあるこの身。ここはカニ独特のお上品な甘さというかね、もうどこを食べても美味しい。でも一発目これ全部ブリッと出たこの時が一番うまい。ああ、これ半端ないわ。これもう一回作ろう。これはハマるわ。うまっ。で、ちょっと箸休みに今回のかさ増しキムチ。うまっ。じゃあもう早速あれいきたいんですよね。伊勢海老カンジャンセウ。せーの。絵力半端ないよね。じゃあここのところをあ、うまっ。これ伊勢海老のお刺身と思って食べたらいかんね。これはカンジャンセウですね。伊勢海老のお刺身って歯ごたえブリンブリンで跳ね返すじゃないですか。食感とほのかに後に残る甘み、あれを楽しむのが僕伊勢海老のお刺身と思ってるんですけど、まあそれは3日間寝かしてますからね、柔らかくとろっとしてくる。なんこれうまっ。だからね、こんだけの塊で食べても全然ストレスなく咀嚼できる。で、やっぱ寝かしとうけんかね、甘さがぐっと上がってる気がする。伊勢海老のお刺身はこんなに甘さを感じんもんね。これすごいな。発明した人偉大。いや、伊勢海老カンジャンセウいいわ。相当コストはかかりますけど、でもそれに見合った分だけの美味しさがある。今回ね、これ1匹で8000円ちょっとぐらいやったと思います。キロ7500とかやったから。それも僕は全然構わんっすね。こんだけ美味しけりゃ。一瞬で終わっちゃった。そんなら僕はちょっと食没に入ろうかな。あ、てか僕これ忘れてた。ほぐし身の和え物。いや、美味しい。普通に美味しい。居酒屋のお通しでこんなんでできたら多分僕テンションバッチ上がると思うんですけど、でもね、まあそれは2時間煮出したけんね、ちょっと旨味とかそういった香りとか結構抜けてるかなって印象はあるかも。でもそれでもやっぱり渡りガニはね、味が濃いね。身のね、まだちゃんと残ってるもんね。とはいえ渡りガニの本来のポテンシャルじゃないっていうことを考えると、って感じ。このみょうががめっちゃうまい。なんとなく作ってみたけど、これめっちゃ美味しいね。これ定番化しよう。そんならばいよいよあれ行きましょうか。はい、ほかほかのご飯。ちょっとね、今日ご飯炊き忘れてて、こう3合分しかないんですよね。今日はちょっとした軽食っていう感じで小腹が満たせればいいや、今日は。じゃあここに身をビュッと。はい、もう1匹分ビュッと。で、さらにダメ押しのここのお味噌たちも。で、これをぐちゃぐちゃぐちゃっと。これめっちゃうまそう。じゃあここのめっちゃ美味しそうなところを
あ、この食べ方だわ。これが一番うまいかもしれん。あ、うまいなこれ。でちょっとこのらっきょうのキムチなんか添えて、でこれめっちゃうまいんやけど、半端じゃないよこれ。ただちょっと思ったのが、このカニの内側に膜があるんですよ。見えるかな、こういった膜があるんですけど、この膜を破ってあげるとこうやってね、内側から味噌が出てくるんですけど、この膜がねちょっと僕は食感が苦手かな。ドゥルドゥルっとしてる。好きな方は好きなんやろうけど、これをきれいに取り除くスキルがあるんやったらめちゃくちゃこれ美味しいと思う。普段ねこのカニ味噌を生で食べるってことがないけ、こういうことをしないと気づかないですよね、こういうのって。じゃあ今度はこの甲羅の中でご飯ぐちゃぐちゃっとして、でまたちょっとらっきょうのキムチのせて、待って、ドゥルドゥルもう慣れた。あれこれめっちゃうめえ。この食べ方だね。金子さんが前韓国でやるってことを、これうまいわ。最高。じゃあ僕はちょっとこれから例のごとく食没に入ろうかな。そんならばご飯もラスト1杯分になっちゃいましたね。なので最後1杯豪快にドゥルドゥルっと書き込んで終わりましょうか。なんかあれですよ、今回僕この渡りガニ5キロ買ってこの感じですからね。次回はもっともっと用意せないかんですね。もう一回同じような動画を作っても皆さん見てくれます？大丈夫ですこれ。そんならばラストも張り切って参りましょう。ごちそうさまでした。うまかったね。マジでうまかったね。いや確かにね、手間は多いと思います。これなんだかんだ生きたカニを生きたまんま家に持ってくるってことをしなきゃいけないし、で締めてさばいてつけて、で漬け地を一旦沸騰させて煮沸殺菌してもう一回つけてとかね、何回も何回もしなきゃいけないんで、確かに手間はかかりますけどめっちゃ美味しいよ。真面目に本場のカンジャンケジャンを一回食べに行って、で僕がずっと作ってるこの味付け合ってるのかどうかっていう答え合わせをしてみたい。やっぱ実際は違うんやろうな。今のこのパンデミック的な状況が収まったら行きたいですね、向こうの方にもね。で今ここに残ってる伊勢エビの頭なんですけど、今ねここの下にもう味噌がボロンと落ちてきてるんですけど、もうご飯も終わっちゃったんで、この中のお味噌は今晩の僕の夜食かな。ちびちびやりながら日本酒飲みましょう。てか一回あれやってみたいね。金子さんとこのカンジャンケジャンコラボじゃないけど、なんかお互いが作ったケジャン食べ合うみたいなね、してみたいよね。ってなったら僕は3日間向こうにいなきゃいけないから、撮影という名の口実の休みができますね。っていうところかな。本日はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画で